あなたは集中力を簡単に高める方法を知りたくないですか？どうも、くー先生です。よろしくお願いします。このチャンネルでは脳科学や心理学、マインド改善法を通して、自己成長、自己実現ですね。に必要な、実用的で分かりやすいノウハウをシェアしております。脳を鍛えて、メンタルを安定させて、マインドを整えれば、最強になれるっていうコンセプトでやっております。今回のテーマは、5分でできる集中力を上げる方法ですね。トップ4ということで、4つに絞ってやっていこうかなって感じですね。実践テクニック編ですね。概要回とテクニック回を分けた方がいいと思うので、今回はテクニック回ですね。前回、集中力についてやってて、集中力とはつまりどういう能力かっていう概要と、集中力はなぜ上がったり下がったりするのかっていう、集中力を発揮する時のプロセスの解説ですね。もうやってるので、興味あったらぜひ URL 載っけとくので見ておいてください。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。はい、では早速いきましょう。まずは4位からですね。集中力を5分で高める方法。第4位は脳の血流を上げることですね。頭の血の巡りを良くするってことですね。脳の血流を上げることで、脳に酸素とか、脳に必要な栄養とかですね、行き渡らせやすくする感じですね。脳のエネルギー効率を上げるみたいな感じですね。で、脳に酸素が必要ってよく言われるけど、なぜ必要かと言われたら、脳細胞を働かせるには、ATP と言われる、成分があるんですけど、成分とか物質か。脳細胞を働かせる時のエネルギー源、電池とかバッテリーとか、そういうのが、ATP と言われる物質なんですけど、ATP っていうのが、ブドウ糖が変化したもので、そのブドウ糖を変化させるのに、酸素を使うって感じですね。なので、脳のエネルギー、ATP を増やすために、酸素が必要かなって感じですね。で、脳の血流を上げる方法ですね。脳の血流を上げる方法ですが、例えば、筋トレとかが分かりやすいですね。腕立てを20回してみるとか、スクワットとかでもいいんですけどね。とにかく屈伸する動きですね。筋肉を収縮することで、ポンプ代わりになって血の巡りも良くなるって感じですね。あとは5分でできるかわかんないですけど、軽いジョギングとか、ちょっと早歩きのウォーキングとかもいいですね。ちょっとした休憩で、コンビニとか行くとき、ちょっと早歩きで行くとかってのもおすすめかもしれないですね。あとはシンプルにストレッチとか、体を伸ばしたりほぐしたりするのも、血流アップに効果的ですね。あとは、大事なのが水分をしっかりとるですね。シンプルに水分を取ることで、血液量も増えて、血の量が増えれば、必然的に、血流も増えるって感じですね。あとは逆に言うと、水分が少なくなっちゃうと、血の濃度も濃くなって、シチューとかカレーとか、その煮物に詰めたことありますかね。煮詰めていくとだんだんドロドロしてくるじゃないですか。血もあんな感じで水分が減っていくとドロドロしちゃうんですけど、ドロドロしちゃうってことは、血の巡りも悪くなるので、やっぱり水分を多めにとって、血をサラサラした状態で血流を上げるっていうのは大事ですね。あとはシンプルに頭を使う作業。脳トレとか、あとは読書、瞑想なんかとかでも脳の血流が上がると言われていますね。まとめると、脳の血流を上げるには、水分補給をしっかりするのと、あとは筋肉を動かす。特に足の筋肉ですね。筋トレとかを早歩きのウォーキングとかおすすめですね。はい、次々行きましょう。第3位ですね。第3位は、これも定番かな。集中力を5分で高める方法の第3位は、タイマーを使うですね。これも結構定番っちゃ定番ですよね。タイマーを使った有名なテクニック、これも定番中の定番なんですけど、ポモドーロテクニックっていうのがありますね。ポモドーロテクニックとは何かと言われたら、25分間集中して、5分間休憩するという25分5分のサイクルを1サイクルとして、一つのタスクやプロジェクトに集中する、時間管理術の一つですね。時間術の代表とも言える、めちゃくちゃ有名なテクニックですね。このテクニックの何がいいかと言われたら、シンプルに一つのことに集中できるってことがありますね。そもそもポモドーロテクニックっていうのは、その25分の間に一つのことに集中してやりきるっていうのが、ポモドーロの核になる、主要なポイントなので、集中して物事に取り組むに特化した、テクニックなんでね。集中力を上げるには、もってこいのテクニックですね。今回は、5分でできるっていうタイトルなんで、ポモドーロもいいんですけど、5分タイマーでも全然いいかもしれないですね。
時間制限とかあることで、緊張感が生まれるんですけど、なんとかしなきゃみたいなね。その緊張感の正体が、ノルアドレナリンっていう脳内物質なんですけど、このノルアドレナリンが出ることで、脳細胞が、働きやすく、覚醒しやすくなるって感じですね。危ない方の覚醒じゃないですよ。目が覚める方の覚醒ですね。ノルアドレナリンっていうのは、危険が迫った時にぼーっとしてたら危ないじゃないですか。危険が迫った時にすぐに脳を目覚めさせて、すぐ逃げられるように、対処できるように。っていうのが、そもそもの役割ですね。なんで、最初に何か始める前に5分タイマーを決めて、その5分でやりきること。例えば、なんだろうな。その5分のタイマーの間に、その日のスケジュールを、全部洗い出すとか、あと最近の課題とか悩みとかをその5分以内に書き切るとかですね。で、その5分タイマーが鳴ったら、強制的に終了ですね。で、そのタイマー内にやらなきゃみたいなので、ノルアドレナリンが出て、集中力が上がるって感じですね。で、第2位がタスクのリスト化ですね。要はトゥードゥーリストを書くって感じですね。で、ポイントがあって、時間も書くのが大事ですね。何時から始めて何時まで終わる。で、トゥードゥみたいな、時間付きのトゥードゥリストを作るのがおすすめですね。この時間の制限を入れることで、タイムブロックって言われる、これも有名な時間管理のテクニックなんですけど、要は時間割みたいな感じですよね。学校の何時から何時まではこれの科目を授業しますみたいな感じですね。タイムブロックは、この時間、ここからここまでの時間は、このプロジェクト、このタスクのみをやるみたいな、そんな感じですね。で、このタイムブロックの何がいいかと言われたら、パーキンソンの法則っていう、これまた有名な心理法則があるんですけど、パーキンソンの法則とは何かと言われたら、与えられた時間とか費用いっぱいまで、その作業時間とか、かかるコストとかが拡大する、心理現象ですね。要は時間とか費用とかはギリギリまで使っちゃうよっていう心理法則ですね。貯金がすぐたまらなかったり、課題とかの提出がギリギリになったりするのは、このパーキンソンの法則のせいって言ったらあれなんですけどね、が働くってのがありますね。で、タイムブロックは、そのパーキンソンの枠を狭めるみたいな感じですね。その枠が決まってることで、その枠内まで、その枠内まで拡大はするかもしれないですけど、その枠内で収まるようにするって感じですね。で、このタスクのリスト化がなぜ集中力を上げるかと言われたら、先行オーガナイザーと言われる、学習理論を応用してるんですけども、学習理論っていうのは、何かを覚えたりできるようになったり、学習ですねの、仕組みとかプロセスを解明した、理論で、そのうちで先行オーガナイザーという理論があるんですけども、先行オーガナイザーっていうのは、何かと言われたら、ざっくり説明すると、全体像を一度始める前に把握することで、その課題に集中しやすく、取り組みやすくなるっていう理論ですね。先行オーガナイザーが何かと言われたら、大きな枠を把握しておくことで、学習がスムーズになるっていうことですね。大枠を、大体の枠組みを把握していくことで、やることが明確になって、迷いが減って、みたいな感じですね。スムーズにいきやすくなるですね。学習前の事前準備とかで表現されますね。よく言われる結論から話すってのも、この先行オーガナイザーを使ってる、テクニックと言えますね。先に結論を言うことで、到達地点を言うことで、全体像、山の話の山がわかるみたいなね。で、相手が、理解しやすくなる、スムーズに情報を入れやすくなるっていう効果がありますね。あとは、動画とかでよく使われてる、今日はこれのテーマについて話します。これをこうすることによってこうなりますので、ぜひ最後までご覧くださいみたいな、あるんですけど、あれも先行オーガナイザーですね。全体像を先に提示することで、見てる人が情報を入れやすくなるって感じですね。私もそれは意識してますね。そのせいでちょっと長くなっちゃったりするんで、過去動画を見直して、これちょっと長すぎたなーってちょっと反省はしてるんですが、今日はなんでちょっと意識して短くしてみたんですけど、どうでしょうか。で、5分で集中力を高める堂々の第一位ですね。第1位は高速視聴読です。聞いたことありますかね。読んで字のごとくなんですけど、高速で視聴読ことですね。何のこっちゃって感じですけど、要は、高速再生された音声を、聞きながら、その音声にあった、文字とか、テロップとか字幕ですね。を、一緒に、高速音声を聞きながら読むっていう方法ですね。シンプルに脳のいろんな部分を使うので、
高速音声を聞き取るのは大変ですし、その音声に合わせた視覚情報っていうんですかね、文字の情報と音を結びつけるっていうプロセスとかもありますし、とにかくもう目まぐるしく脳のネットワークを使う。あとは理解しようとする前頭葉もめちゃくちゃ活発になりますし、マジで集中力上がりますね。まさに YouTube とかおすすめですね。プレミアム入んないとできないですけど、3倍速とか、2.5倍速以上が、おすすめらしいですね。脳の処理速度、ネットワークを密にする、脳の成長にいいと言われてるのが、2.5倍速以上と言われてますね。あとは、ちょっと高いですけど、オーディブルとかね。オーディブルも3倍速いけたので、3倍速以上いきますね。なんで、オーディブル聞きながら、その、オーディブルのの文字を読みながらみたいなね。やると、5分でも劇的に集中力が上がるので、マジでおすすめですね。はい、さて、いかがだったでしょうか。今回は集中力を5分で高める方法は4つに絞ってお話ししていきました。このシリーズいいかもしれないですね。サクサクっと進む感じで、必要な情報だけを伝えられるみたいなね。こっちの方が見てる人もなんか実用的でいいのかもしれないですね。ちょっとずつこのシリーズは増やしていこうかなって感じですね。この間集中力の仕組みとかやったんで、その実践編みたいな感じですね。って感じで、集中力を5分で高める方法についてお話ししました。今後もね、こういうふうに、自己実現っていうのが、自分の価値観に気づいた状態で、自分の能力を最大限発揮するのが、自己実現と言われてるんですけど、それに役立つノウハウとか、脳を鍛える、今日みたいな脳を鍛える方法とかですね、パフォーマンスを上げる方法とかも、随時発信していくので、よかったらチャンネル登録、あとコメントなどもお願いします。自分こういう系の、脳科学心理学とか、同じコンセプトですねのブログやってるんで、そちらを見ていただければ、説明欄に URL あるのでね。あとは電子書籍道する上っていうのも発売してるので、そちらを見ていただければと思います。そんな感じですね。このシリーズはなんか快適というか、もう話してるこっちも楽しいですね。ワクワクするんで、多分見やすいと思うけど、どうでしょうかね。はい。なので続けていこうかなって感じですね。はい、ぜひあなたの、集中力アップに、お役立てください。いろいろ試して、自分に合ったやり方をやるのが一番いいですね。はい、ぜひ見つけてみてください。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。くー先生でした。またね